はい、皆さんこんにちは。マクティです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、何をいじるかっていうわけではなくて、基本的な僕の考え方を皆さんと共有できたらと思いますので、よろしかったらご覧ください。どうぞ。今日は何を話をするかっていうと、こういろいろいじっていく中で僕が大切にしていることですね。まず走る、曲がる、止まると、基本的な当たり前のこの3つですね。これも昔からバイク16歳から乗ったりとかしていろいろねやってきてるんですけど、やっぱり最終的にはこの走る、曲がる、止まると、この3つがすごく重要かなっていう感じがします。で、何が重要かっていうと、まず楽しくするためにこの走る、曲がる、止まるをやはり基本的に崩さないようにいじっていくっていうのが僕の考えなんですね。で、走る、曲がる、止まるのうち、まず走るっていう中でこのアバルトでこの走るっていうのが意外と仕上げていくのが難しいので、そこはねどう仕上げていくかっていうところがあるんですけど、例えばまっすぐ走る、パワフルに走るとかね、いろいろあると思うんですけど、僕の場合はパワフルよりもどっちかっていうとまっすぐちゃんと走ることとか、あとは低トルクでこうどこから踏んでも加速ちゃんとしてくれるっていうのが好きです。で、まっすぐ走るためには僕はいろいろ YouTube の番組でも民からでもしょっちゅう載せてるのが頭調整とかやってるんですけど、やはり頭の調整とかアライメントとかいろいろこう足回りを仕上げていくと、こうフル加速した時、フルブレーキングした時、そういった時にちゃんとまっすぐ走ってまっすぐ加速してまっすぐ止まれるかとかね、そういったところがすごく重要かなと思ってます。で、次に曲がるですね。この曲がるも僕は車庫帳を入れてて皆さんに車庫帳をおすすめしてるんですけど、この新しくアバルト買ってきてまだこれを見てる方で買ったばっかりとかこれから欲しいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、僕はこのいろいろいじる中で皆さんにお勧めしてるのが、一番最初はやっぱり車庫帳からもうやっちゃった方がいいんじゃないっていうことをお勧めしてますね。なんでかっていうと、基本的にさっきのまっすぐ走るっていうのはあまり関係ないんですけど、まっすぐ走る中でもこう跳ねないような足回りにしたいっていうのが僕はやっぱりあるんですね。で、純正の足回りの時、納車した翌日に結構高速道路で長距離走ったら気持ち悪くなっちゃって跳ねまくっちゃって、純正の足でこんなに変に動かない足って珍しいなっていうことからスタビライザーリンクを交換したり、いろいろ車庫帳もね他のメーカー買って今ラルグスにしたりとかしてるんですけど、跳ねない足、それがまっすぐ走った時の気持ちよさで、曲がるっていうその2番目にも関係する曲がるには、僕はもう昔からバイクの時からもそうなんですけど、フロントは柔らかめ、リア固めなんですね。曲がる時にこうフロントの荷重かけてフロントでこうタイヤを曲げてリアの固めでこう抜いて、その踏ん張りでコーナーを抜けていくっていうのが好きなんですけど、バイクなんかだと顕著なんですけど、最初買ってきた時のこの新車の状態でこれは珍しいぐらいコーナーの沈み込みがないなっていうことでいろいろいじっていろいろ見てきた結果、やっぱりスタビリンクの長さとかね、あと足回りがちょっとなっていうようなとこから、見た目もなんですけど車庫帳に変えました。で、車庫帳に変えてからいろいろ調整してきて、やはり曲がるっていうことがすごく車庫帳のセッティングで影響したりとか、もう一つはボディ補強で、すごく変わったりします。で、ボディ補強もリアも固めればいいってもんではなくて、やはりある程度抜いてあげないと曲がりにくいんだななんていうのも最近よく感じますし、そういった曲がるってこともすごく基本的に大事だなと思いますね。で、曲がるのにやっぱり一番影響でかいのはタイヤなんですけど、これ僕ねインドネシアのピンソっていうタイヤ履いてるんですが、これ意外とグリップが良くてあれなんですが、一回エコ的な見た目だけでとか、サーキットを走るわけじゃないからっていうのでエコ的な対応にしたらですね、やっぱり全然曲がんなくなっちゃって、これはダメだなっていうことで、その後ピンソにして、これ割とサーキット走ってるようなドリフト族にも割と人気があって安いので、僕もねこうキャンバーつけてるんで片べりが激しいんでタイヤしょっちゅう交換しなきゃいけないですから、その分、安いタイヤにしてるんですが、これがね意外とエコタイヤじゃなくてもズルズルいっちゃうタイヤも結構あってですね、そういったでこうコーナー曲がるとやっぱり楽しくないので、タイヤはある程度ハイグリップの方がロードノイズが多少あってもその方がいいんじゃないかなと、楽しい走りができるんじゃないかなっていうのが僕の考えですね。あと止まるですね。これ純正の時はみんな悩まされるダストがすげえなっていう、もう真っ白いホイールなんか履いた日には真っ黒けになっちゃうわけですけど、その真っ黒けになるような
純正ダストはやっぱりガツンって効くので安心感があるんですね。でその後僕は低ダストのパッドに変えてたんですけど、峠とか結構下りとかで楽しみがっていう楽しみきれないなっていうところがあったので、今はエンドレスの MX70 にしたんですけど、すごくね止まるっていうのはすごく大事かなと思います。で止まるっていうのに大事なのは、さっきの最初の言ったスタビリンクも突っ張っちゃってて、最初買ってきた頃って沈まないのでフロントが全然止まんなかったんですよね。なんかタイヤのグリップだけで止まってるって感じで、フロントが全然沈まないっていう、そんなとこからいろいろいじってみてですね、フロントがこう沈むようにしてみたら結構コーナーでもヒュッて止まってこう曲がってきやすいっていう感じになったんですけど、基本的にだからこの走る曲がる止まるっていうそれがまず第一かなと思います。なのでこれから皆さんいろいろいじっていく方とか、もういじられててちょっとなって思ってる方とかもいらっしゃると思うんですけど、ましてこれからアバルト買ってどう仕上げてどういうパーツつけたらいいんだって悩まれてる方もいると思うんですけど、僕はこの走る曲がる止まるっていうのは基本的で、あとはどこを走るのか、サーキットなのか山なのか街なのかっていういろいろあると思うんですけど、僕は基本的にツーリングベースで、グランツーリスモ的な遠くまで疲れない車っていうのを基本的にしてますよね。その遠くまで僕はツーリングに行くと1日走るのが400から500キロぐらいのツーリング行って帰ってくるんですけど、そうした時にこの走る曲がる止まるがすごくしっかりしてると楽しいですし、逆にこの走る曲がる止まるにちょっとって思うとこがあると行っても楽しくないっていうのがあるので、基本的にこの3つはすごく重要視してます。でその走る曲がる止まるの中で一番車のストレスに感じないのは異音がないことだと思うので、異音がしたらですね即座に、徹底的に何かどこが原因なのかとか見つけていくというのが基本ですね。段差があった時にストンっていくとすごく吸収してて、この車っていいなっていう高級感感じるんですけど、同じところカタッとかピシッとかなんか言うと、もうそれだけですごく何って疲れちゃうっていう感じになってくるので、こう段差を乗り越した時も何の音もしてこないとかね、そういうのがすごくこの車の高級さにも感じるし、ボロっちさもないし、イオンとかしてくると嫌になったりとか飽きちゃったりとかするので、皆さんいじっていく際にはそのイオンのないように、逆にイオンがしてしまったらなんでだろうっていうようなのを徹底的に潰していくといいんじゃないかなと思ってます。これから皆さんパーツとかやっていく人もいると思うので、この走る曲がる止まるっていうのは僕がこのアバルト6年半乗ってきて思った、やっぱり車の基本はここだなと思いますので、そんなところが皆さんに共有できたらなと思います。いろいろね見た目でいろんなパーツつけたくなるのも僕も分かるんですけど、僕の場合はその見た目のパーツよりも先にこの走る曲がる止まるっていう、そこに重点的にパーツ代とかメンテナンス代とか整備を重点的にしている感じですね。その方が走ってて楽しいし飽きないし、6年半乗っててもいまだにこう全然飽きずに、コロナ明けるの待ち遠しいななんて思ってるんですけども、早くねツーリングも行きたいなと思いますよね。群馬とかね山奥とか行きたいなと思うんですけど、なかなか行けないというところで、東京都内しかね僕の場合はまだ出歩けませんけど、ぜひですね明けた日にはいろいろちょっと行きたいなと思ってます。そんなことで今日はお伝えしましたが、参考になるかどうかわかんないですけど、この走る曲がる止まるっていうのはぜひですね皆さんもいいなとか、やっぱそうだよねとか、いやいやそれ基本的にはもう走る曲がる止まる出来上がってるからもっと見た目に金かけた方がいいよとか、いろんな意見があると思うんですけど、いろんな意見がある中で僕の考えをお伝えしました。そんなわけでぜひまたご覧ください。ありがとうございました。バイバイ。